こんにちは。今回は花のモチーフを紹介します。このモチーフは1段目、2段目で完成するモチーフです。編み方を編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。1段目は長編みの玉編みを編みますので、鎖編み2目を編んで、輪の中に未完成な長編み2目を編み、これを一つにまとめて長編み3目の玉編みにします。鎖編み3目を間に入れて、輪の中に未完成な長編み3目を編んで、これを一つにまとめて長編み3目の玉編みです。鎖編み3目を間に入れながら、玉編みを全部で6個作り、鎖編み3目を編んだら、最初の玉編みの頭に引き抜き編みをして、1段目が終わります。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。鎖編みは、ここから5目の鎖編みを編みます。1、2、3、4、5、5目の鎖編みを編み、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。引き抜いて、鎖編み5目の輪の作り目を作りました。ここに長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目を未完成な長編みとします。次は輪の中に未完成な長編みを2目編みます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、これで未完成な長編みが1目できました。もう一回未完成な長編みを編みます。輪の中に未完成な長編みを編みます。2本の糸を引き抜いて、これで未完成な長編み2目と鎖編み2目で未完成な長編み3目ができたことになります。針にかかっている目を一度に引き抜いて長編み3目の玉編みができたことになります。鎖編み3目を編んで、輪の中に長編み3目の玉編みを編みます。針に糸をかけて未完成な長編みを3目編みます。1、2、3、3目の未完成な長編みを編み、これを一度に引き抜いて、長編み3目の玉編みができました。鎖編み3目を編んで、同じように輪の中に長編み3目の玉編みを編みます。編み地を寄せながら糸端はできれば編み込んでいきます。次も輪の中に長編みの未完成な形を3回編みます。未完成な長編み3目を編み、これを一度に引き抜いて長編み3目の玉編みです。鎖編み3目を編んで、こちら側にも同じようにあと3回長編み3目の玉編みを編みます。長編み3目の玉編みを6個編みました。最後は鎖編み3目を編んで、最初の玉編みの頭に引き抜き編みをします。最初の玉編みの頭は、最初に編んだ鎖編み2目のその次の、ここが最初の玉編みの頭です。この頭の2本を拾います。頭2本を拾って、ここに引き抜き編みをします。これで1段目ができました。
2段目は糸を変えますので、ここではもう一度鎖編みを編んで糸を切ります。これで1段目が完成です。2段目の編み方を編み図で説明します。1段目を編んで、2段目はこの花びらを編みます。今引き抜いたところで糸を切りました。2段目は鎖編み3目のところから編み始めます。鎖編み3目のところから立ち上がりの鎖編み1目を編んで、細編みを編みます。鎖編み3目のところに長編みを全部で7回編んで、同じ鎖編み3目のところに細編みです。これが一つの花びらです。次も隣の鎖編み3目のところに細編み、長編みを7個編み、細編みを編みます。この花びらを全部で6個編んで、最後に細編みを編んだら、最初の細編みのところに引き抜き編みをして、花のモチーフが完成します。花びらはこちらの糸で編みます。ここで今引き抜いたところです。花びらの最初は鎖編みを1目編みます。鎖編み1目を編んで、今引き抜いた隣の鎖編み3目の最初の鎖編みだけは鎖の目に針を入れて、こちら側の鎖の目に針を入れて引き抜きます。そして1段目の糸端を編み込みながら、今変えた糸も一緒に編み込みながら花びらを編みます。鎖編み1目を編んで、ここに細編みを1目編みます。次は長編みを7回同じところに編みます。糸端を編み込みながら長編みを7回編みます。1、2、3、4、5、6、7。長編みを斜め編んで、最後は同じところに細編みを編みます。これで花びらが一つできました。この編み方を次の鎖編みのところにも同じように編みます。糸端を編み込みながら、次の鎖編み3目のところに細編みを1目編みます。糸を引いて細編みを1目です。次は同じところに長編みを7回編みます。これで7回の長編みが編めました。同じところに細編みを1目編みます。これで2個の花びらができました。次も糸端を編み込みながら、花びらを1、2、3、4個。あと4個の花びらを編みます。全部で6個の花びらが編めました。最後の、ここで細編みを編んだところで終わっています。細編みを編んで6個目の花びらを編み終えたら、最初の
花びらの細編みの頭のところです。ここに引き抜き編みをして、これでモチーフが完成です。この糸はとじ針で糸始末をします。ある程度の長さをとって糸を切ります。糸を切って、とじ針に糸を通します。ここが今、引き抜いたところです。この引き抜いたところに針を入れて、糸を後ろに引きます。お花のようなモチーフはこの方法で、ここはもう綺麗になりますので、あとは後ろの目立たないところを通してください。長編みの足の部分を通すと綺麗に収まります。これで心配のようでしたら、もう一枚の花びらまで通せば安心です。形を整えてから残っている糸を切ってください。かわいい花のモチーフができました。色違いでいろいろ編んでみてください。2段目で完成する6枚の花びらがかわいい花のモチーフを紹介しました。お好きな色を組み合わせて編んでみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。